今回はそろばんで0から9を表す方法を説明します。この動画では基本的に右手を主に使ってそろばんで計算する場合の例について説明します。まず、そろばんではどんな計算をする場合でも、その直前に毎回そろばんの盤面をこんな風に0クリアします。この盤面の0クリアをそろばんの世界では5和算と言います。5和算は漢字5和算を使います。多分振り仮名は5和算になるのかもしれませんが、とにかく話すときは5和算と発音します。では5和算の操作方法を3ステップに分けて説明します。ステップ1、そろばんの内側にある針と呼ばれる横棒は、玉が1行ある側と玉が4行ある側を分けています。そろばんは机の上の自分の真正面の位置に玉が1行ある側を上にしておきます。そしてそろばんを机の上に置いたまま左手を軽く添えて握ります。ステップ2、そろばんの手前の横枠は机につけたまま、そろばん向こう側の横枠部分を机から持ち上げるようにして、針の上の部分の1行の玉が重力で全て針にくっつくように左手でそろばんを手前に傾けます。そのままそっと左手でそろばん全体を机の上に置きます。ステップ3、右手の人差し指の爪側で針の上の部分の1行の玉すべてを左端から右端に上げていきます。この3つのステップ全部を行うと5和算の完了で盤面のゼロクリアができました。そろばんでは1つの縦棒とその棒にある5つの玉で1つの桁の数値を表します。二次元的には六角形に見えるこの一つ一つを玉と言います。各行の5つの玉を上1つ、下4つに分けている横棒を針と言います。針の下にある玉一つ一つは1の量、上にある玉一つは5の量があります。針に直接または間接的にくっついている玉の量の合計がその桁の数値です。例えば、この桁は1、この桁は5、この桁は8、この桁は0です。ちなみに、下の玉は1玉といい、漢字では漢数字の1とそろばんの玉の玉、上の玉は5玉といい、漢字では漢数字の5とそろばんの玉の玉という漢字を使います。ということで、そろばんでは1は1玉1つだけが針にくっついている状態。2は1玉2つが針にくっついている状態。3は1玉3つが針にくっついている状態。4は1玉4つが針にくっついている状態。5は5玉1つだけが針にくっついている状態。6は5玉と1玉1つだけが針にくっついている状態。7は5玉と1玉2つが針にくっついている状態。8は5玉と1玉3つがくっついている状態。9は5玉と1玉4つが針にくっついている状態。0は針にくっついている玉がない状態を言います。0を意味する場所に数値を作ることを置くと言います。例えば、ここの桁の数値を7にすることを、ここに7を置くと言います。そろばんで計算することを弾くと言います。そろばんに数を置いたり弾いたりするときの指使いを運指と言います。運指は運ぶ指という漢字を使います。この動画では右手の親指と人差し指のみを使う方法における
1,2,3,4,5,6,7,8,9それぞれをそろばんに置くときの運指を説明します。数値をそろばんに置くときの基本は次の3つです。1、針の下にある1玉を置くときは必要な個数をまとめて親指の腹で針に向かって押し上げます。針の上にある5玉を置くときは人差し指の腹で針に向かって押し下げます。6以上の1玉と5玉の両方を使う数値を置くときは必要な個数の1玉と5玉の両方を人差し指の腹と親指の腹を使って同時につまむように置きます。では皆さんも頭を使わずにスムーズにどの数でも置けるようになるまで何回も練習してみてください。以上、今回はそろばんの0から9の表し方とそろばんに0から9を置く方法を説明しました。ここまでご覧いただきありがとうございました。この内容が良かったと思った方は、いいねボタンを押していただければ励みになります。また、これからそろばんでのいろいろな計算方法などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。